京バックパックレコード。どうもケンです。僕は今台湾に来ています。今回の動画は台湾北部の山奥でひっそりと増殖を続ける狂気の建築石門貝殻廟を見に行く旅です。それはもともと別の場所にあったんですけど、そこが狭すぎるという理由で新しい場所に移設してさらなる増殖を続けているそうです。そして何より興味深いのが、その建物の建材は木とかコンクリートではなく、数十万数百万個の貝殻とかサンゴでできているそうです。そしてその新しい移設にあたって海外からコンテナでサンゴとか貝殻を輸入して増殖を続けているそうなんですけど、なぜそうまでして終わらない建築を続けるのかっていうところと、そしてその裏でささやかれている黒い噂、利権問題、トラブル、そういったところにもフォーカスできる動画にできたらなと思います。その場所には明日行くので、今日は寝ます。おはようございます。時間がかなり迫っているので急ぎ目で向かいます。淡水駅という、終点の駅に到着しました。ここからバスに乗り換えてその貝殻廟まで向かいます。そのバスが1日1本しかないみたいなので、これを逃すとちょっと面倒くさいことになるといった感じです。ちなみに淡水の方はちょっと台北より気持ち涼しい気がする。1日1本しかないという話のバスですが、果たして本当に来るのでしょうか。もう時間にはなりましたが、まだ来ないです。ちゃんと来ました。かなり急勾配な坂を登っています。ちゃんと山に入っている感じです。だんだんと一人一人降車していって、ついには僕一人になりました。あんまりそこに行く人はいないみたいですね。なぜこれほどアクセスのしづらい山奥にそれを作ったのか、そのあたりもしっかりと理由があるそうです。お、寒っ。マジか。結構寒いな。ここから歩いてその貝殻廟の方に向かいます。結構寒いです。さすがに山間部ということもありますし、なかなかにね、高いんですよね。標高何メートルあるかわからないけど、そりゃ寒いよねっていう場所だわ。だいたいここから徒歩20分ぐらい、もうちょいかかるか、20分ちょいぐらいかかるそうです。
この山の風がかなり冷たくて、もう少し厚着をしてくればよかったなと思っています。寒いです。気温何度ぐらいだろうな。10度とかかな。わからん。とにかく寒い。今から行くその貝殻病の起源は1996年まで遡るそうでして、当時60代だった創業者の李出尊さんという方が信仰する西光という神からの啓示に全ては始まっています。その啓示の内容としては、かつて西光自身が修行中に窮地に陥った時に海の底の龍神に命を救ってもらったことがあって、その恩返しをまだしていないから陸の上に竜宮城のような暗宮を作って龍神をおもてなしする場所を作りたいといったものでした。ただ当然陸の上といっても標高数百メートルの山間部なわけで、そこで海を再現することなど普通に考えたらできないんですよね。そうして考えを巡らした結果、陸の上で海を再現する手段として本物の貝殻とサンゴで空間を埋め尽くすという方法を編み出しました。つまりその敷き詰められた数百万のサンゴとか貝殻っていうのは、そのある種神話的な恩返しを物理的に具現化するための唯一の方法だったんだと思います。結果的にその後2年間というもう異常な速さで建築を進めて完成させたのが三種の貝殻廟だそうです。で、今から行くのはその三種の貝殻廟から移設して作ってる、新しい石門貝殻廟と石門サンゴ貝殻廟かなというところです。ちなみになぜそんな無茶ぶりをしたかというと、西光という神様は通称競争マッドモンクとも呼ばれるかなり破天荒な僧侶だったそうで、僧侶なのにボロボロの服を着て酒を飲んで肉を食うみたいな、そういった方だったからこそそういった無茶ぶりをしたのだと思います。到着しました。いや、これはすごいわ。すごい。天井まで一つ一つが全て貝殻やらサンゴやらで敷き詰められている。普通なら銅で作るはずのこの香炉も、ここではサンゴと貝殻で作っています。その圧倒的な執念を感じますね。普段僕らって効率とかコスパとか意味とかを求めて生きてますけど、ただ神様が言ったからやるっていうその非常に純度の高い情熱をこの物理的な質量を持って迫られている感じがして、そのエネルギーにものすごい圧倒されますね。中に入ることができるようなので入ってみます。
うわ、すごいな。ドアまでもが貝殻で敷き詰められています。これはすごいな。韓国の山奥で見た石塔もそうですけど、こういうのを見るとある種の狂気性を感じます。これほどのものを作るのにどれだけの時間と労力がかかったんだろうっていうのを想像すると、常人にはなかなかできないよなというふうに思ってしまいますね。これだけ素晴らしい貝殻廟ですけど、黒い噂も実はあって、過去にこの寺の顧問弁護士が日本円にして約700万円ぐらいのお金を着服して自分のカード払いとか保険料払いに使っていたそうです。そしてこの新しい貝殻廟に移設した理由として、もちろん狭くなったっていう理由もあるんでしょうけど、実は土地の権利問題もあるそうでして、その元々の古い場所にあった貝殻廟の土地ではずっと地主と権利問題で揉めていたそうなんですよね。そういうのもあってこの新しい場所への移設がなされたということらしいです。だから金銭的にもそして法的にもちょっとグラグラなものの上に立っているのがこの貝殻廟です。ちなみに日本人観光客は一人もおらず、大体が多分中国人の方と台湾の方だと思います。